ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。これに共通点があるの？早速確認しよう。この話は僕が小学生の頃の話です。当時ファミコンが大流行しており、友人の間でファミコンを持っていたのが私だけでした。親の制限で毎週土曜の昼からのみ、ゲームをしてもいいというルールが存在していたため、土曜になると午前で終わる学校から家に帰り、昼ご飯を食べた後に自然に友人たちがファミコンを目的に、私の家に集まるのが習慣となっていました。必ず毎回やってくる A 君と B 君は私とは親友と呼べる存在で、40歳になった現在でも連絡を取り合う友人です。A 君は誰にでも話しかける、すぐ友達になるような非常に活発な子で、クラスの中でもムードメーカーな存在でみんなから好かれていました。逆に B 君はどちらかというと人見知りなタイプで、A 君と私以外のことはそこまで仲が良いとは言えず、他の子が遊びに来た際は口数が減るといったちょっと静かな子です。今回はこの二人の友人と私に起こった、とても不思議な出来事を書きたいと思います。いつものように土曜日の午後、私の家にファミコンを遊びに A 君 B 君、そしてそれ以外の二人くらいの友人が遊びに来ていました。その日みんなで遊んでいたゲームは、とある有名人がキャラクターになって敵を倒しながら進んでいく、横スクロール式のアクションゲームで、クリア目前の最終ステージにたどり着いた状態でした。ステージ最終に待ち構えるラストボスに立ち向かうには、その部屋に入るための鍵が必要で、その鍵はステージ道中の敵のドロップ、もしくは、壁などの壊せるブロックに隠してあるというのが、過去ステージでの鍵のありかでした。しかしいくら探しても、すべての敵を倒しても鍵が発見できず、どうしてもボスの部屋を開けることができません。その鍵を探す作業でその日は数時間を使い、とうとうボスにはたどり着けないままその日はお開きになることになったのです。それから1週間が経過し、また土曜日がやってきました。いつものように A 君と B 君が遊びに来ましたが、その日は他の友人は来ず3人で遊んでいました。先週苦しんだ最終ステージまでは難なく進み、また鍵を探す作業をしなきゃいけないか、と思っていたところ、B 君が口を開きこう言いました。鍵の場所、夢で見たからわかるよ。私は一瞬 B 君が何を言っているのかわからなかったですが、すぐに A 君が、夢かよ、とツッコミを入れました。なんだ、夢の話か、と B 君の話を流し、また一からすべてのブロック壊し作業をするかと、コントローラーを握った時に、B 君は言います。自信あるからやらせて。と、B 君はなぜか自信満々だったので、試しに彼に探してもらうことにしました。すると B 君は私たちが今まで探していなかった隠し通路を発見し、いとも簡単に鍵を発見、ボス部屋にたどり着き、見事ボスを撃破しゲームをクリアすることに成功したのでした。驚く私と A 君。まさ夢というやつでしょうか？夢でこのゲームの鍵のありかを探し当てたとでも彼は言うのでしょうか？不思議なこともあるもんだと、3人で談笑していると、B 君は、思い出したかのように言いました。あ、そうだ。何？今日はもう帰った方がいいよ。私と A 君は沈黙し、顔を見合わせて不思議そうな顔をお互いにしました。いつもなら夕方ギリギリまで遊んで帰るというのがお決まりでしたが、今の時間はまだ1時間半くらいが経過した3時頃。まだ帰るのには早すぎます。いやまだ帰らんよ。当然 A 君はこう言うでしょう。しかし B 君はかなり強めの口調で言いました。いやもう帰れって。と、彼がここまで強い口調で言うのはあまりないことで、私と同様に A 君も驚いているようでした。なんでだよ？ A 君の質問は当然の質問で、
私も同じ疑問を持っていましたので、B 君の返答を待ちます。すると少し間を空け、B 君が答えました。いや、夢には続きがあるんだよ。続き？鍵を探し出した続き？ B 君は続けます。今日、A のおばさんが救急車で運ばれる。私は何を言っているんだと思いました。A のおばさんとは A 君の母親のことを言っているんだと思いました。ここで鍵を見つけてそのまま夕方まで遊んでいたら、電話があって A のおばさんが救急車で運ばれるって言われるまでが夢。A 君は笑ってこの話を聞いていますが、明らかに動揺しているように見えました。なぜなら、鍵を発見したのは正夢だったからです。救急車で運ばれるという部分がもし正夢の続きだったら、急に怖くなり、私も A 君に帰った方がいいと言いました。A 君は平常を装いつつもかなり動揺していたようで、すぐに帰る決断をし、私の家を離れました。夕方、A 君から連絡があり、A 君のお母さんが台所で転倒し、頭を強打して救急車で運ばれたということを知ります。B 君の夢は本当に起こりました。私はとても B 君が怖くなり、B 君に電話しました。B 君が言うには過去にも何度か、正夢、予知夢というものを数回見たことがあり、その夢には必ず夢の中に犬がいるという特徴があったため、今回の夢が正夢になるということが分かったそうです。40歳になった現在 B 君は全く予知夢や正夢は見なくなったそうです。未だに私は信じがたい出来事でしたが、この話は事実です。本当に鍵を見つけ出した時は、ワクワクしたんだけどな。単なるゲームの攻略法を予知した正夢。これで終わらなかったのがこの怪異の恐ろしさだ。A 君のお母さんのことだね。あの後本当に起きちゃうなんて。B 君の予知夢には必ず犬が出てくるという、明確なトリガーがあったのが興味深い。もしあのまま夕方までゲームを続けていたら、最悪な結末になっていたかもしれないね。ゲーム内の鍵を見つけるという行為が、A 君の母親に襲いかかる最悪に対抗するための、運命の鍵をつかむ行為とシンクロしたのかもな。今でも仲良さそうでよかったよ。これからもいい関係でいてほしいな。今から書く話は、実際に私が中学2年生の時に体験した話です。そんなに怖いわけでもありませんが、こういうこともあるんだな。という感じでお読みください。当時私の母は癌に侵されており、入院していました。父親はいなかったため、母の親族が私に渡してくれた生活費で、近くのコンビニまで行き、ご飯を買って生活していました。母が入院している間、いつも寂しい気持ちでいるのも辛かったので、今のテレビで Wii を遊んでいました。いつも遊んでいるゲームを何周もし、退屈に感じた私は、小遣いを持って中古のゲームショップまで自転車を走らせ、何か面白いゲームはないか探し始めました。あの時は水中戦ができるとゲーム雑誌で話題になっていた。モンスターハンタートライを買い、帰宅しました。モンスターハンタートライでは、知らない人のロビーに入って遊ぶことができ、私はそこである友達と知り合いました。その子の名前を未だに思い出せないので A 君とします。A 君は同じく知り合った B ちゃんという女の子からの紹介で遊ぶことになり、1ヶ月も一緒に遊んだ頃には学校から帰ってくるたびに、みんなオンラインになり、雑談や恋バナをするような、いわゆる一面という存在になっていました。その日もいつものように夕方から深夜まで遊び、B ちゃんが寝た後 A 君と二人でクエストをこなしていた時です。A 君がぽつりとゲームチャットで言いました。俺、実は不登校なんだよね。私は急に A 君が自分の身の上の話をしたので、驚きつつも黙って聞いていました。俺の家族ってみんな霊を感じるんだよね。そして霊のせいで怪我したりして怖くて、家にこもってずっと生活してるんだ。
A 君は私をからかっているのだと思い、本当はなんで不登校になったのと聞くと A 君は、なんで信じてくれないわけ？もう寝るわ。と言い、そのままロビーから退出していきました。私は A 君を決めつけて疑ってしまったことに罪悪感を覚えつつも、説明もしてくれないまま怒ってロビーから出て行ったことに対して、怒りと悲しみが混じったような気持ちになりました。その週の土曜日に、私がもう一度モンスターハンターを起動すると、A 君はロビーを立てて、私や D ちゃんが来るのを待っていました。私はロビーに入って、こないだはごめんね。深夜だったし、怖がらせるために嘘ついてきたのかと思っちゃったんだ。でも今日はちゃんと話聞くから、そう言うとしばらく経ってから、気にしてないよ。俺もごめん。でもレイのせいで不登校なのは本当で、怖くて話を聞いて欲しかっただけなんだよ。でもやっぱり君に話すのはやめとく。話しただけでレイがそっちに行くかもしれないから。レイがそっちに行くかもしれないってどういう意味？大丈夫だよ。霊感とか全然ないし、私は A 君の不登校の原因を知りたかったのと、半信半疑だったので好奇心から話を聞きました。わかった。でも気分悪くなったりしたら、すぐゲームやめていいからね。俺が前にレイのせいで怪我したって話したじゃん。俺の家の階段は螺旋階段になってるんだけど、見えない奴に押されて転げ落ちて足を骨折したんだ。姉に押されたのかと思ったんだけど、でもその時は俺一人しかいなかったから、どう考えてもおかしいんだ。私は A 君がつらつらと書いた文章を読み込みました。それで痛みで動けなくて、しばらく気絶したように寝ていたら母親が帰ってきて、病院まで連れて行ってくれた。俺の家ではこういうことがよく起きるんだよ。階段をどんどんと踏み鳴らす音が聞こえてきたり、勝手に部屋の電気が消えたり、実際にレイの姿は見たことないけど、そういうのがあってから学校には行けてない。ここまで話を聞いて私は、そんなことがあったんだね、みたいな上辺だけの返事をしたと思います。その日は雑談やゲームをして過ごした後、A 君と別れました。その日の夜、私はいつものようにご飯をコンビニで買い、食べた後 A 君の話を思い出しながらお風呂に入っていました。お風呂から出た後、今に戻るとつけっぱなしだった電気が消えており、暗い今の中でテレビだけがエンタメ番組を流して光っていました。なぜかその瞬間私は怖くなり、部屋の電気をつけると、凄まじいお腹の痛みが私を襲いました。起き上がれないくらいの痛みにうずくまりながら、私はなんで痛い痛い。と体をいろんな方向に動かしました。その痛みの中で、A 君が私に話したことを思い出しました。レイが、そっちに行くかもしれないから。私は、恐怖で必死に、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。と涙を流しながら謝ってうつ伏せになって連呼しました。誰に謝っているのか、本当にこれは霊の仕業なのか。そんなことを考えながら痛みにも耐えていましたが、痛みは止むことはなく、私は気絶しました。目が覚めると、テレビは朝のニュースを放送していました。私は半日近く気絶していたのです。お腹の痛みはなくなっていましたが、霊に対するというより、A 君のことがすごく怖くなり、それからモンスターハンタートライを遊ぶことはなくなりました。あれから十数年経った今でも、霊を見たことはなく、怖い話を聞いても霊障のようなものを感じたことはありません。でも、暗い部屋で電気が消えているのを見ると、今でも A 君の言葉をたまに思い出します。話しただけで、レイがそっちに行くかもしれないから。ゲーム画面の向こうのチャット相手から、不登校の理由が霊のせいだって言われたら、アルトは信じる？いや、信じないな。でもオカルトっぽい話だろうから。話を聞くだけ聞くけどな。ネットの向こう側の生々しさを感じそうだね。話を聞いただけなのに、
レイがそっちに行くかもしれないって。単なる不条理な怪談話として、片付けられなさそうなのが、その後の伝染性の高さだ。その夜に本当に起きちゃったんだもんね。ネットの通信回線というものは、時に霊的なエネルギーを無差別に媒介する。警告を無視して踏み込んできた語り手さんへの、向こう側の霊からの実力行使なのかな？現実的に考えたら、思い込みも大きいかもな。ある意味での自己暗示だ。そして、怪異がその暗示の隙をついてきた。そう考えたらこの同好会っぽさもあるかな。これは僕が物心ついてから5歳くらいまで体験していた話。この頃の僕は保育園にも行っていたんだけど、ずる休みをする日も多くて1週間に3日間くらいは家にいた。その当時住んでいた家は部分的に2世帯住宅で、リビングが2階に2つあった。2世帯住宅と入っても、両親は離婚していて、家にいなく祖父母と暮らしていた。祖父母はお互いに仕事をしていて、ずる休みをしていた日は一人で家にいるのが当たり前だった。今考えればおかしいことだけど、この家には目には見えない同居人がいる。僕が2階でテレビを見ていると、1階から階段を登ってくる足音が聞こえる。誰かが帰ってきたのかと思い階段の方に行くが誰もいない。そして、リビングに戻ると見ていたテレビの電源が落ちている。このようなことが日常的に起きていたため、特に怖いと思ったことはない。ただ、一度だけ怖いと思った体験があった。それは夏の暑い時期に一人で家にいた時のこと。その時は、1階の和室の部屋でテレビゲームをしていた。しばらくしていると2階から1階に降りてくる足音が聞こえた。ただ、いつもの同居人の足音とはリズムが違う。気がつくと目の前のテレビの電源が落ちていた。今まで、見ているテレビやゲームを切られたことはない。いつもと違う状況に完全に怖くなっていた。ゲームのコントローラーを手放し、背の低いテーブルの下に隠れた。その頃には、足音は1階にまで来ている。普段であれば、1階の床に到着したら足音はなくなるのに。今回は僕のいる和室へ向かってきた。僕は廊下から目が離せなかった。廊下から土で汚れた大きな足が出てきた。恐怖のあまり、声は全く出なかった。テーブルの下にいたので膝の下あたりまでしか見えなかったが、灰色のような肌で全体に土汚れがあった。その足は向きを僕の方に変えて、こちらにゆっくりと向かってくる。僕の隠れているテーブルまで来ると、急に頭が痛くなって気を失ってしまった。目が覚めると僕はテーブルの下にいた。何が起こったのか、よくわからなかったので、夢でも見ていたのかと思った。テーブルから出て、廊下に行くと、そこには土で汚れた大きな足跡があった。いたずらレベルの怪異とは、一線を画している存在だな。いつもと違うリズムで階段を降りてくるって、普段と比べられるのが嫌すぎるよ。慣れすぎだよ。怪異が迫ってきて、頭痛で気絶した。これは霊の持つ強力なパワーを受けてなのか、それとも自身の防衛本能によるものなのか。泥まで残していくなんてひどいよ。もしかしたら、夢かもって思えたのに。幼かった語り手にとっては、残酷な現実だな。ゲームに夢中になってる時って、周りに意識がいかなくなる人が多いよね。画面に意識を奪われている背後で、現実の部屋の何かが動いていても、気づいた時にはもう手遅れだからな。今はスマホでゲームしてる人も増えたね。ふと画面が暗くなった時とか、やりとりをしている相手とか、家の外でも気をつけなきゃいけないね。怪異への対策というよりは、周囲の人たちに、迷惑をかけないように心がけてほしい。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。